はい、こんにちは。今日はですね、鹿児島天文館からスタートとなります。この後ね、鹿児島を出て大阪に向かうんですけれども、大阪って言ったらね、飛行機とか新幹線なんていうのがメジャーですけれども、今日は船に乗っていこうと。この前回ですね、茨城から札幌まで、船で帰ったサンフラワーで帰ったあれがね、なんか楽しくてですね、今回もサンフラワーやでと。こちらね、鹿児島中央駅かなの、東7番というところからシャトルバスが出てましてね、サンフラワーの出る志布志港までこちらのシャトルバスで送っていただきます。シャトルバスつってもですね、なんと志布志まで2時間かかるんですよ、このサンフラワーライナーに乗ってね。で某いろんなね影響があってですね、このサンフラワーライナーに乗ってるのが僕とこの一番前の席にねお兄さんが1人だけ2人ということで、高速に乗ってですね志布志までチラチラと2時間ぐらい、山を越え山を越え山を越え、やっと到着と、で志布志ねサンフラワー止まっとるなあれに乗るんやでってやっぱね前回のサンフラワーフラのあれをね思い出しますね。さあドキドキです。鹿児島中央を出てから約2時間、志布志港のフェリー旅客待合所に到着です。こちらの中でねチケットを発見していただいたりするんですけれども、いや某影響でね 37.5 度以上の熱がある人は船乗れませんよと。オレンジ色のねジャンバー着た方たちが問診票をね作ってくれて、熱測ってない方は検温もできますよということでね、病気怖いですからね。で健康チェックを受けてこちらお土産屋さんであるものを買って出発。片隅にありましたよ、これが。どうもね顔を出して写真撮りたいんですけど、一人じゃなかなかねこれやる根性はないんで、今回は遠目に羨ましいなと思いながらこれ撮ってただけなんですけども、これ見てください。ここの住所、鹿児島県志布志市志布志町志布志と、しびみたいなね、もうしばっかりやりますね。もう一回見たらなんかもうこう忘れない呪文のような住所でございますけれども、いよいよ出港が近づいてきましたけれどもね、朝はねめっちゃ天気良かったのに、昼から雨と風が結構強くなってきましてね、天気予報を見たらですねずっと雨なんですずっと雨っていうのはね、鹿児島で今雨降ってるでしょ。でこのまま雨雲と一緒に大阪の方にですね移動ということで、ずっと雨の予報ですね。せっかくですね今回も張り切ってねスイートやでっつってね、もう頑張ってスイートの部屋取って、バルコニーついてるんですけどね、ずっと雨やないかとあと某あれの影響でね食堂、ビュッフェがね全部お休みなんですよ。食堂をねなんか自分で買ったものを食べるように使えることは使えるんですけど、でも基本食べ物の提供はしませんよと。入って直後にねお弁当の販売がありましたけども、食堂の営業はしませんよと。でもこれは仕方ない、でも船を楽しもうということでね、天気も悪い、バルコニーが使えないで、食堂もやってない、でもいいんだということで早速乗り込んでいきたいと思います。さあ午後5時乗船開始です、なんかね大洗から乗った時は徒歩の人が先に入って、でそこから車みたいな感じだったと記憶してるんですけどね、こちら志布志では車がまずどんどん入っていって、その後徒歩の方だったそんな気がします。ただねこの旅客ターミナルというか待合所からフェリーまでが非常に近いんでね、すぐ前にフェリー止まってますんで、歩いてすぐ乗船できるということでね、早速こちらサンフラワー薩摩乗っていきたいと思います。今回もですね張り切ってスイートのお部屋を頑張って取りまして、で前回乗ったねサンフラワーフラのね、北海道に行くやつはですね1室しかなかったんですよ、船の中にスイートが。でもこのサンフラワー薩摩は 10室ねお部屋があるんですよね。で、スイートのお部屋は8階ということで、エレベーターでね乗船して4階から8階まで行って、さあどんな世界が待ってるんだとワクワクでございます。さあ8階でエレベーターを降りましたね。やっぱこう心臓線ということで綺麗ですね。で何がすごいってこの吹き抜け、ドカーンとねこれ6階から6、7、8階吹き抜け、階段で行ったり来たりできるようになってるんですけどね。でこの天井、丸い天井にねプロジェクションマッピングとかですね、なんか映像とかを映すみたいですけども、
まあ後でご紹介しますけどね、僕ずっとお部屋で酒飲んでたんで見ることはできませんでしたけども、いやこの吹き抜けがめっちゃ印象的ですよね。サンフラワー薩摩といったらこの吹き抜けでしょうというぐらいね、まあ、印象的なこの作り構造ですね。でこの横にねお部屋に続く道というかね廊下がありまして、そこを進んでねお部屋に早速向かいたいと思います。さあお部屋に入っていきましょう。どんなお部屋なのかなと。お、電気はこういうシステムね。で鍵を挿してやるやんとまあなんか例えがホテルみたいですねとかしか言いようがないんですけれども、まあホテルの部屋みたいですねというまあ綺麗なお部屋ですね。で向こうがバルコニーで、このソファーがベッドになる。だから3人までね、最大3人までこのお部屋で泊まることができるというね、そんなスイートのお部屋でございます。でまあちょっとねあっちこっちちょっと探検してまいりましょう。まずはバスルームからいきますか。よいしょと。ユニットバスですね。トイレと、まあ、バスタブとで洗面台とで、まあ、トイレはウォシュレットですよと、まあ、広々ですね。また例えですけれどもホテルの部屋みたいだねとそういう例えです。はい。でアメニティがこのサンフラワータオル、このフェイスタオルね2枚と、このアメニティが入ったポーチですね。シャンプーとかまあ後で説明しますけど入ったポーチが2つあります。でこの茶色いのが室内着ですね。ガウンですね。まあこれを着て後でのんびりしましょうと。でクローゼットがあって避難具があって、まあ、スリッパという感じの、まああれこれ全部揃ってますよという感じですね。あとはドライヤーがあってドレッサーがあって、まあ、電源も結構あちこちにいっぱいありましたね。で大きなテレビがありの奥に空気清浄機とデスクですね。っていう感じの、また言いますよ、ホテルみたいですねと、という立派なお部屋で14時間ですね。14時間の船旅を楽しんでいきたいと思います。でデスクの上の棚にはねアイスペールとコーヒーカップとグラスと、あとコーヒーと紅茶とお茶とサンフラワークッキー、その下にはポット、冷蔵庫の中にはお水が2本ですね。木こりのなんとかっていうお水です覚えとけよっていう話ですけどね。というお水が2本常備されています。これ3冠達成、木こりの分け前というお水でした。失礼しました。でさっきのアメニティですけどね、タオルとシャンプー、コンディショナー、ボディーソープとひげ剃りとコットン類と歯ブラシと櫛でございます。フルセットでございます。雨が降っておりましたので躊躇しましたけども、一応バルコニーにも出てみようかということでね、外に出てみることにしました。雨ですこれ晴れとったらマジでいいっしょうね。なんか海をねぼーっと見ながらですよ、このバルコニーののんびりできそうな椅子に座ってビールとかね飲んで本なんか読んじゃったりしてね。でもまあ自然には勝てませんね。ということでちょっと船内のね散歩に行きましょうか。今のサンフラワーソング、これがねもうね頭に残ってしゃあないわけですよ、ね、サンフラワーソングでございました。6階に降りてそのまま5階まで降りてきましたね。この吹き抜け下から見るとやっぱすごいなって改めて思いますね。で奥にね売店があって、右側がレセプションですね。売店ちょっと行く暇がなかったんですけれども、売店おつまみとかね食べ物たくさん売ってたみたいですね。で売店の横を抜けて奥に行くと、この突き当たりがねレストランになってるんですよ。でそこまで行くまでに、こういう広場がありのでキッズスペースですね。お子さんここで遊べますよとの隣がゲーセンと。ゲーセンどんなゲームがあるんやろうなと見てみたら、スロットですね。主にスロットと UFO キャッチャー的なゲーム充実しております。でこのレストランの前でねお弁当を売ってらっしゃいます。もう食事の提供ができないんでね、お腹減った人このお弁当1000円で売ってましたけども、お弁当食べてねと
で、奥のねこのレストラン自体は開放されてます。食事の提供してないんですけれども、持ち込んだものをここで食べたり飲んだりしてもいいですよと。ただね、なんか注意書きがありまして、近所のお客様とは離れて座ってくださいと。もうビュッフェね、残念ながらお休みです、ね。まあでも仕方ないですね。で、この奥にもまだ席があってね、レストランめっちゃ広いですよね。この奥も結構ね、広々したスペースがあって、まあ誰も座ってませんでしたけども、まあとにかくちょっと残念ですけどね、早くこのビュッフェ営業再開してくれと、その後にまた乗りに来るよと誓ったのでございました。で、6階から7階に上がってきて、ここがお風呂ゾーンになります。お風呂とねシャワーがあるんですけれども、ちょっと中は映せなかったんですけども、一風呂さっさと浴びてきました。眺め良かったですね。で、風呂上がりにここで佇んでるとあの曲です。で、口ずさんでお部屋に帰ってきて、完全に虜です。お、なんだと、なんだなんだとなるわけですよ。なんやこのドラはと。ただいま船内に鳴り響きましたドラは出港15分前の合図で15分前かいなとっていう感じで、船内はねネット使えます。一応ねネット接続はできるんですけど、ただね衛星のネットなんでね、こんな感じです。以上ご察しいただけましたでしょうか。まあ、こんな感じです。てな感じでね、ネットと格闘しておりましたら、いよいよ出港でございます。しかしあれやねと、出港の音楽が蛍の光やねんなということに、なんか軽くショックを受けましたけども、なんか行ってきますみたいなね、音楽かと思ったら蛍の光がしっとりと流れておりました。今からちょっとでかい音が出ますよ、注意してください。このね出港の合図めっちゃびっくりしました。でね、この手すりの向こうすぐ海なんですよ、もうね。だからねびっくりしてね、携帯落としそうになったんですけどね、ほんまびっくりしました。すいません、お騒がせいたしました。というわけでいよいよ志布志港出港でございます。で、雨の中ね外におったんで、これですよ、ね、風呂さっき入ったとこやのにと思いながらね、もう一回お風呂をためてお風呂に入って、その後はあれですよ、間違いなくいただきますと。いやマジ最高。この一口目っていうのはなんでこんな美味しいんでしょうね、これね。で、お土産で買ってきたこのねさつま揚げ、なんか笑ってますけどね、お土産のさつま揚げのチーズ入り、これをね食べようと思うんですけど、切り口が全然見つからんやないかと、どこやっても格闘してます。目マジですで、これを食べてですよ、ね、もうマジな目が映ってましたけどね、ビールを飲んで最高っすね。あれどっか行きましたね。グラスをね、グラスを持ってきて、グラスで飲んだ方が美味しいんちゃうかっていうねので、グラスを取りに行ったみたいです。手は腰ね、正しい姿勢でグラスに入ったビールを美味しそうに飲んでますね。あっという間に500ミリ1本なくなっちゃいました。
またどっか行きましたね。3日ぐらい前に買って食べるのを忘れてた当たり目がね、なんとカバンの中に入ってるのを思い出してですね、なんか嬉しそうな顔してましたね。おつまみゲット。おっさんがただただ飲んでる動画はこの辺りにしといてですね、結局この後4本ぐらい飲んだんですけれども、ちょっと船の揺れを見てみましょう。これが左右の揺れですよね。そんなにね揺れてないように見えるんですけどね、結構揺れてんすよ。これが前後の揺れか。前後はちょっと波に乗り上げた、落ちたみたいなね、そんな感じしましたけど、縦に揺れてましたね、上下にね。でね、テレビがね、地上波はね、沖に出ると映んないの分かるんですけど、衛星放送の BS もちょっとね、1チャンネルも映んなかったのがちょっと残念と。ってな感じで静かな部屋でブツブツ言いながらね、酒を飲んでおりました。あっという間にもう夜中の1時半です、これね。高知県沖に今おるんですけれども、さあ、寝るかと。船はね、揺れたんですけども、ベッドがね、いいベッドなんで、ゆっくり寝ることができました。感謝でございます。で、翌朝6時ぐらいですかね、これね。起きて外を見てみると陸が見えましたんでね、どこやと思ったら、もうね、大阪湾あたりまで来てんですよね。これ淡路島が見えてたのかな。ということで、そろそろ下船の準備をしましょうとごちょごちょしてたら南港に着きました。で、こちら南港の第2フェリーターミナルです。ここからね、バスで第1の方に移動するんですけども、第2ターミナルに下船します。いや、もうずっと雨ね残念でしたけどね、仕方ないです、こればっかりはね。そろそろ本格的に下船の準備をしたいと思います。では下船してまいりましょう。エレベーターで4階にまで降りて、そこから徒歩で下船をしていきます。今回14時間ですか。船に乗ってたのは14時間、夕方の5時45分に出て朝の7時40分に到着ということだったんですけれども、どうかな。前回のサンフラワーフラノですよね。大洗から苫小牧、あれのスイートルームの印象がちょっと強すぎてですね、今回なんかあれちょっと狭いななんて最初やっぱ思っちゃいましたね。でも十分なんですよね。何回も言いましたけど、ホテルの部屋みたいって感じですからね。十分な広さと十分な設備ではあるんですけども、サンフラワーフラノのスイートの方がなんかスイートみたいな感じでしたね。で、あとね、ネットは仕方ないんですけどね、携帯の電波もほぼ届かないところをずっと航行してたのがちょっと困ったかなっていう感じでしたね。サンフラフラノの場合はね、なんだかんだ言って土地じゃないわ、陸に近いところ走ってたのかな。だから携帯はずーっとなんか使える、弱いながらも使える状態だったんですが、なかなかこちらのサンフラワー薩摩の方がずっと使えなかったというのがちょっと痛かったかな。あとはなんだろうな、テレビがね全然映んないと、せめて BS のB キャスカードはちょっとテレビにさしといてほしかったなと、見る番組なんもなくずっと静かなところにいましたのでね、っていう感じでしたけど、おおむね非常に満足の船旅でした。このねレストランが早くね復活してほしいなというところと、コロナ早く収まってくれという感じでね、今回船旅の模様をお送りしましたけれども、やっぱりねのんびりこの船で移動するっていうのはいいもんですね。また今度はね天気のいい時に行ってみたいなと思います。というわけでね、最後までご視聴どうもありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。ではさよなら。